皆様こんにちは、わかこです。今日は魔女って何者というテーマでお話ししていこうと思います。皆様は魔女と聞いてどんなイメージが浮かびますか？日本だと魔女の宅急便とか魔法少女とかセーラームーンとか魔女に対して明るくて可愛いアイコンのイメージがありますよね。でも海外だと全然違くて、どちらかというと怖くて悪い悪魔のような存在というイメージが強いんです。この違い、実はちゃんと理由があります。そして実はどちらのイメージも本当の魔女の姿ではありません。今日はそのお話をしていきたいと思います。まず歴史的な話から始めると、魔女というのは特別な存在ではなくて、排除するために作られたレッテルだったと解釈しています。超自然的な力を使って悪事を働く魔女っていうのは存在しませんでした。空を飛ぶとか魔法を使うとかっていうのは、人々の頭の中に作り上げられた仮想の脅威でした。古代ヨーロッパでは自然と共に生きる人々がいました。薬草を使って病を癒すヒーラーだったり、お産を助ける産婆など、自然界の知識を持つ女性たちです。彼女たちは地域のコミュニティの中でとても大切にされていた存在でした。そしてこの時代のヨーロッパは、実は日本と同じように多神教でした。自然のあらゆるものに神が宿ると信じるアニミズム的な世界観が根付いていたんです。日本で言えば山の神様、川の神様とか石の神様というような感覚と非常に近いと思います。ところがヨーロッパに新しい宗教が広まっていく中で、古くから根付いていたこの多神教、自然崇拝の文化は邪魔な存在になっていきました。神をトップに置く一元的な構造を広めるために、それ以前から存在していた自然と共に生きる人々だったり、産婆とかヒーラーなど知恵を持つ女性たち、時にはごく普通の隣人が危険な存在として意図的に排除されていきました。魔女というレッテルはその戦略の一部だったと言われています。これが魔女狩りです。魔女狩りで恐ろしいのは、誰でも標的になり得たということです。隣人の告発一つで疑いをかけられて、拷問による自白強要で逃れることができない。無実であっても魔女だと言われてしまったら最後、そこから逃げ出す手段っていうのがほとんどありませんでした。それほど強力な排除の仕組みとして魔女というレッテルは機能していました。この辺の詳しい背景を理解したい場合に、アニメになるんですが、地丸っていう地球の運動についてっていう物語がすごくわかりやすくて面白いです。これは魔女狩りそのものを描いた作品ではありませんが、信じている世界が違うだけで正しいはずの知識が罪にされてしまうっていう恐ろしい空気感を理解するのに最適です。天文学とか占星術、その時代の宗教観を通じて様々な角度から当時の背景を立体的にイメージすることができるんじゃないかなと思いますので、興味がある方はぜひ見てみてください。じゃあ黒い帽子とかほうきとか、あの魔女のイメージはどこから来たのか。実はこれ全部後から作られたイメージで、薬草に出すための大きな鍋が呪いの鍋に変換されたり、夜中に薬草を摘みに出かける姿が闇の儀式に変換されてしまったり、自然と対話できる能力が悪魔との契約に変換されたと言われています。つまり魔女のネガティブなイメージっていうのは
自然と共に生きる女性たちの姿が歪められたものでした。そしてそのレッテルっていうのは、社会から排除したい人間に対して誰にでも貼ることができる強力な道具として使われていたんです。ここまでが歴史的な話なんですが、現代の魔女は全然違います。先ほどお話しした通り、魔女というのは本来自然と共に生きて薬草の知恵を持つ人々のことでした。その生き方や思想そのものは消えたわけではなくて、形を変えながら現代に受け継がれています。実はその魔女の思想が現代に復活してきたのにはいくつかの大きな波がありました。最初の波は1950年代です。ジェラルド・ガードナーというイギリス人がウィッカという自然崇拝を基盤とした現代的な思想体系を作り上げました。これが現代の魔女文化の土台になっています。次の波が1960年から70年代です。ヒッピームーブメントやカウンターカルチャーの時代です。これは既存の社会の価値観とか権威に対して疑問を持つ人たちが増えていく中で、自然と共に生きる思想とか主流とは違う精神的なあり方への関心が急速に高まっていきました。特に1970年から80年代のフェミニスト運動と魔女文化が結びついて、魔女は女性が自分の力を取り戻す象徴として再定義されていきます。そして1990年代には映画とかドラマとか、あと音楽といった大衆文化を通じて魔女文化が広く知られるようになりました。そして2010年代以降は SNS を通じて魔女文化が世界中に爆発的に広がっていきます。全米トップクラスの名門校であるデューク大学の宗教学部では、ネオペーガニズムと魔術という講義が開講されていたりとか、あとはサンディエゴ州立大学では魔術とか魔女文化の専門資料館が設置されていたりして、欧米の大学では魔女文化っていうのは学問的に研究される対象となっています。スピリチュアルの世界だけではなく、宗教学とか社会学の分野で真剣に取り扱われています。で、ネオペーガニズムっていうのはキリスト教が広まる以前のヨーロッパにあった多神教とか自然崇拝の考え方を現代に蘇らせようという思想運動のことで、ネオっていうのが新しいっていう意味で、ペーガンっていうのが異教徒という意味で、一神教以外の自然と共に生きる信仰っていうのを指しています。で、現代魔女文化っていうのはこのネオペーガニズムの流れの中に位置づけられています。ここで現代で魔女というアイデンティティを選ぶ人に共通しているのが、自分の人生を自分でコントロールするとか、自然とつながって生きるという思想です。魔女っていうのは今や弱い存在ではなく、自分の軸を持って生きる強い存在の象徴になっています。で、私が考える魔女っていうのはまさにこの現代魔女のイメージです。呪いとかたたりとは全く無縁で、自分で自分を大切にして自分の人生を生きる人。天然石とかハーブ、あとは自然の力を借りて自分を整えることができる人。ウィッカという魔女の教えの中に、何者も傷つけない限り自分の望むことをなせという言葉があるんですが、これが私の哲学にすごく近くて好きな考え方です。ウィッカについてはまた今度お話ししたいと思います。魔女っていうのは特別な人がなるものではなくって、自分らしく生きようとする人は誰でも魔女になれると思っています。イノーガニック美獣のお守りとかブレスレットもその魔女になるための道具として作っています。少し話がそれるんですけど、ここでちょっとタロットの話をさせてください。タロットの大アルカナに女教皇というカードがあります。
このカードを解説するときに架空の人物という説明をされることが多いのですが、とても崇高なカードで、私のお気に入りのカードのうちの1枚です。キリスト教が広まる以前の古代ギリシャとか古代エジプトでは、女性の神官が社会の中で非常に高い地位を持っていました。女神に仕えるのは女性の神官であるという原則があって、神に最も近い存在として崇められていました。タロットの女教皇のカードに書かれた三日月と満月の冠は、エジプトの月の女神イシスと同じものです。イシスは天界の知恵や医療を人間に伝えて愛を教えた女神とも言われています。タロットの女教皇はその時代の記憶を宿した魔女に近い存在のカードだと私は解釈しています。今日の話を聞いて魔女のイメージが少し変わりましたでしょうか？実は現代の魔女思想の核にある自然に神が宿るとか自然と共に生きるという感覚って、日本人が古くから持っている感覚と同じなんです。石にも木にも山にも神が宿ると言われてきたアニミズムの感性。初詣で自然の中にある神社に手を合わせる習慣。これは何万年も前から日本人の体に刻まれてきたものです。欧米では今、その感覚を取り戻そうとして魔女という思想が広がっています。でも日本人はずっとこの感覚を持ち続けてきました。ここである意味日本人は最初から魔女的な感性を持っていたとも言えるんじゃないかなと私は思っています。自分の人生を自分で決めたいと思っている人はもうすでに魔女の素質があると思うし、そういう方にイノーガニック美獣のアイテムが届いてほしいなと思っています。魔女のお店が開く日は LINE に登録してくださった方に一番先にお知らせしています。概要欄からぜひ登録してみてください。また次回もお話しします。